ストラスビチェ忘れられがちですが、ロシアからやってきたバーチャル革命家のネリーと申します。前回は社会主義と共産主義の違いについて解説したんですけど、今回は社会主義動画第2弾ということで、社会民主主義にフォーカスを当てて、社会民主主義の歴史について解説していきたいと思います。前回の動画でも少しお話ししたんですが、社会民主主義は穏健派社会主義から派生した思想で、労働者による革命を起こすことなく、議会制の下で社会主義政党を組織し、合法的に政権を獲得して社会主義を実現するのを目的としています。革命ではなく議会制の下での先進的な改革ということから分かるように、社会民主主義は一党独裁が基本の社会主義諸国ではなく、むしろ資本主義国家、特に西欧諸国の中で発達してきました。なので今回のお話は資本主義国の中での社会主義の歴史のお話ということになります。ではまず社会民主主義の概要を共産主義と比較しながら見ていきましょう。先ほど言ったように共産主義が一党独裁体制を取り、プロレタリア革命によって政権獲得を目指すのに対し、社会民主主義は議会制を重視し、民主主義の中で選挙による政権獲得を目指します。人類ね、資本家と労働者だったら圧倒的に労働者が多いので、普通に考えて労働者の支持を得られれば選挙に勝てますよね。実際にイギリス労働党やフランス社会党、スウェーデン社会民主労働党など長期的に政権を維持してきた政党が多いです。そして共産主義が国家による計画経済を採用するのに対し、社会民主主義では資本主義と社会主義を併用する混合経済を採用します。共産主義が資本主義諸国と対立するのに対し、社会民主主義は資本主義諸国と共存します。共存というか、これは根本の政治システムが同じなので、そもそも対立しようがないっていう感じですね。共産主義では政府の権力が強く、国民の人権が抑圧されがちなのに対して、社会民主主義では人権を重視します。このように社会民主主義は社会主義とはいうものの、ソ連型社会主義とは大きく異なるのがポイントです。ここからは社会民主主義の歴史について見ていきます。社会主義者といえばマルクスが有名ですけど、マルクスの前にもその後にも様々な流派の社会主義者がいたんですね。とはいえやっぱりマルクスの影響力は絶大だったので、マルクスが共産党宣言を発表してからはマルクス主義が社会主義の主流になっていきました。そんな中、19世紀末、ドイツ社会民主党にベルンシュタインという人がいました。この人は社会主義を実現するために革命は必ずしも必要なくて、議会制による実現も可能なのではないかと考え、論文を発表しました。また同じ時期にイギリスやフランスにも議会や労働組合による改革で社会主義を実現しようとする一派がいました。そんな中、ロシアで革命が起こり、ソ連が誕生すると、社会主義者の中でもソ連共産党を支持する左派と、いや、これは俺たちの考える社会主義ではないと言って支持しない右派に分かれたんですね。そして共産主義を掲げる左派に対し、右派は社会民主主義と呼ばれるようになっていきました。こうしてソ連と決別して細々と活動していた社会民主主義ですが、世界恐慌が始まると状況が一変します。世界恐慌から始まる大不況は当時の経済の常識を覆してしまいました。当時は好景気と不景気は相対的なものでと考えられていて、どこかの国が不景気なら好景気の国も必ずあると思われてたんですね。だから世界中がもう一気に不況に見舞われるという事態は前代未聞でした。そして当時資本主義で採用されていた自由主義の理論では、不況になると企業に余裕がなくなり、労働者に払える賃金が少なくなる。どこもかしくもそんな感じなので、労働者は生きていくために低賃金でも働かざるを得なくなる。すると人件費を削減した分、企業はまた利益を上げられるようになるので、経済は回復するとこのように考えられていました。ちなみに当時は最低賃金という概念はね、ないですね。この当時はまだ。つまり本当に大雑把に言ってしまうと、アダム・スミスが神の見えざる手と言ったように、放っておいてもとりあえずなんかいい感じに経済動いてくれるだろうと、当時はそのように思われていたわけです。ところが待てど暮らせど経済が持ち直す気配はありません。そんな時、いや失業率が減ったところで労働者の給料が少なかったら商品作っても売れないし、経済が回復するわけないだろうと、至極真っ当な指摘をする人が現れます。イギリスの経済学者ケインズです。
ケインズは金融政策や公共事業への投資などで政府が積極的に経済に介入することによって不況を克服するべきだと提言しました。折しも当時は不況で苦しむ資本主義諸国を尻目にソ連が不況の煽りを受けることなく順調に経済成長していた頃で、実は社会主義って有能なんじゃないかと言われるようになっていた頃でした。ここに来て社会民主主義の出番です。世界恐慌を機に欧米諸国は社会主義寄りの政策を取り始めます。特にアメリカのニューディール政策は有名ですね。この時期アメリカは公共事業による雇用の創出、最低賃金の設定、社会保障の充実、政府による農業生産の制限など、非常に社会主義的な政策をとっています。例を挙げると、農作物を市場から減らすために収穫間近の畑を潰すということまでしています。すごくないですか？社会主義大嫌いなアメリカがですよ。実際急激な改革すぎて違憲判決食らったりしてますけどね。その後ケインズの主張はケインズ経済学として確立され、戦後の資本主義諸国の間で盛んになりました。例えばイギリスでは戦後労働党が政権を取り、ゆりかごから墓場までをスローガンに手厚い社会保障制度を充実させていきました。このゆりかごから墓場までっていうのがどういう意味かというと、政府がね、ゆりかごから墓場まで政府が一生国民の面倒を見ますよっていう、そういう意味なんですよ。もうね、こんなんされたらソ連もメンツ丸つぶれですよ。日本でも国民皆保険に加え、30年ほど前までは終身雇用、年功序列が当たり前の社会でした。これって非常に社会主義的ですよね。資本主義国でありながら、やってることは非常に社会主義寄り。実は冷戦前半の西側諸国は大体こんな感じだったのです。実はこれには東側陣営からの圧力の影響もありました。というのも、ガチの社会主義国が巨大な力を持っている中で、国内に貧富の差を生んでしまうと、資本主義なんてクソみたいな制度やってられるか、俺たちもソ連の仲間入りをすると言って、最悪国内の労働者に革命を起こされるなんて可能性もあったわけです。それを阻止するために、資本主義でも労働者の人権を守れるということを示す必要があった。つまり、社会民主主義は共産主義の影響で広まったと言っても過言ではないのです。ところが1970年代になると状況が変わってきます。きっかけはオイルショックでした。オイルショックをきっかけに各国は物価上昇と賃金の減少というダブルパンチを同時に食らうスタグフレーションという現象に悩まされることになりました。端的に言うとね、これは今の日本みたいな状況なんですよ。収入は増えないのに物価ばかりがどんどん上がっていって生活が苦しくなっていくみたいな状況。各国はスタグフレーションを解決するために政府の支出を増やして景気対策を行いましたが、失業者は減らないしインフレは止まらないしで赤字が増えるばかりでした。つまりケインズ経済学のやり方ではスタグフレーションを解決できなかったのです。それで社会民主主義ってダメじゃんということになります。この頃になると経済も社会主義的政策のせいで停滞するようになり、政府と企業の癒着も目立つようになってきていました。そしてここからネオリベラリズム、新自由主義が台頭してきます。新自由主義は自由競争を再び復活させ、ケインズ経済学から脱却して経済を再び活性化させようとしました。アメリカのレーガン大統領はレーガノミクスと呼ばれる政策で経済をテこ入れしました。アベノミクスという名称はレーガノミクスから来ているとも言われます。またイギリスのサッチャー首相は経済の自由化を促し、社会保障の削減や中小企業をバッサリ切り捨てる容赦ない政策から鉄の女とまで呼ばれました。もうね、スターリンが鉄の男ならサッチャーは鉄の女ですよ。ちなみに鉄の女っていうのはもともとソ連の機関紙がサッチャーを非難するときに使った言葉です。当時はスターリン批判の後だったので、スターリン並みに強引な人物という批判だったんでしょう。ところがね、非難されたサッチャー本人が鉄の女？何それかっこいいじゃないと、この呼び方を気に入ってしまったので愛称として定着したという逸話があります。こうして社会民主主義から脱却して再び自由主義へと回帰した資本主義諸国ですが、これもやはり社会主義陣営の動向と関係があります。社会民主主義政策を始めた当時、ソ連にはスターリンという強大な指導者がいて、社会主義国は大きな脅威でした。ところが1970年代になると、ソ連の経済が実はボロボロだということが分かってきた。それに加えて
ソ連と中国という二大勢力が対立した影響で、社会主義陣営の脅威は薄れていきました。こうしたことが背景にあって、資本主義諸国は再び資本主義的な政策を取れるようになったのです。このように資本主義経済といってもずっと自由主義できたわけではなくて、時代に合わせて右に寄ったり左に寄ったりしながら模索を続けてきたことが分かったと思います。現在の世界は新自由主義の延長線上にあります。しかし新自由主義の登場から40年、果たして人類は豊かになったのでしょうか。全体を合計すれば確実に豊かになってはいます。しかし個人レベルだとどうでしょう。自由主義の最先端を行くアメリカは GDP は世界一ですが、人口の上位 1% が富の約半分を独占しています。国民の生活にも影響が顕著に出ていて、例えば最近ニュースになりましたが、アメリカでは毎年インフルエンザでものすごい数の死者が出ます。アメリカは国民全員が加入する保険制度が存在しないので、保険に入れない貧困層は、できるだけ病院に行かずに済ませようとします。インフルエンザで死ぬのはこのような貧困層です。日本ではインフルエンザの死者数が多い年で3000人程度、少ない年なら1000人未満です。日本は世界一の高齢社会ですけど、それでもこの程度なんです。一方アメリカでは少なくとも毎年1万2000人、多ければ6万人が死にます。アメリカは日本の3倍近くの人口を抱えるとはいえ、文字通り桁が違います。世界一の医療水準を誇っても、その恩恵を受けられない人々がたくさんいるのです。新自由主義に転換してから40年、世界中で資本主義の弊害が深刻な社会問題となってきていると思います。私たちはそろそろ資本主義と社会主義のバランスを見直すべき時期に来ていると思うのです。今回の動画はここまで。この動画が社会について改めて考えるきっかけになったら嬉しいです。それではまた次回。パカーン。